おはようございます。Hey, what's up? Yeah. Yesterday. Thank you. Dog gym. Because people, that way they make U-turn. Still no good. I think. これ飲んだら体脂肪燃えんねん。汗出るで。みんな練習前飲んではるわ。ねえ石尾さん。アメリカで活躍してる岡田君も飲んではるわ。なあ岡田君。今日も練習前に1本飲みます。うまい。もう1本。Joe, no lo tienes todo, nomás unos tres, Joe. Sí, estoy dando dos para mí y vamos a dar dos para nosotros y hay que... ちょっと自己紹介的なプロフィールをお話ししていただくところからじゃあ。はい。元スーパーウェイダー級暫定の世界チャンピオン。ボクシングを志したのはいつから？まあ小学生ぐらい、父親の影響で。でそれからずっとじゃあボクシング。それからずっと大学卒業してから2年間ぐらいは就職してやってたんやけど、25歳の時に1回やりたくなって。僕は児童養護施設っていうそういう福祉施設に勤めて、そこの僕が指導員している時に子供が高校のボクシングに通って、一緒に練習したり指導してるうちに、先生もう一回やってみんねんかって結構そんな理由で始められてどれくらいでもボクシングだけで食べられるようになって？いやーもう最近ですよ、ここ何年間。それまではじゃあもう本業というか、仕事を持ちながらジムに通って練習して、世界チャンピオンになっても仕事もしてたし、けど現実的にはそれだけで何千万とか何百万とかもらえるわけじゃないし。やっぱりボクシング生活していくっていうのはなかなか難しいことやから、それなりに覚悟はいったんやけど、一回きりの人生やし。僕の相手来ない。俺のスパーリングパートナーが逃げた。逃げとんな。相手はこの間まで世界チャンピオンやった相手と試合したことある。負けてるけど、その世界のトップのレベルの選手が俺から逃げた。これは紛れもない事実や。もうこっちは世界でもいつでも逃げんねんけどな。来いやば。ちょっと逃げられかけたけど、ちょっとトレーナーが怒ってたから交渉がちょっと決別しちゃうけど、やっぱりスパーリングやりに来てるから初めてやる相手とはやりたいし、待つよ左から引いて、左から引いて。Bueno, otra vez ahí abierto. Muévete, que no vas a trabajar.
もう石田さんの取材はあとはみんなで3人で俺の取材なくなるお名前と簡単に経歴を教えて、大阪のグリーンズはボクシングクラブの、村井祐希です、戦績は40戦20勝6 KO 6敗4負け始めたのが高1で、プロになったのが高2から高3になる時なんで、プロデビューして、高校生の時にプロデビューしたんで、プロデビューして14年もうすぐ15年今アメリカ来られた理由っていうのは何ですか？石田先輩が試合前にキャンプを張るんで、タイミングも良くて、僕ももう3月にちょっと日本タイトルマッチで負けちゃって、もう引退確実っていう空気やったんですけど、ちょっと肘が悪かったんで、それを手術して完全に治してもう一回、最後の勝負したかったんで、ちょっと11月に世界ランカーと試合も決まったんで、ちょうどタイミングよく、1ヶ月ちょっとロスで、日本でもちょっとずっと僕高校生から通ってるジムなんで、やっぱりちょっとなあなあになったところもあったんで、ちょっと環境を変えてちょっと新しい空気入れたいなっていうのがあったんで。But better, can be better. But today, not bad. 今日どうでした振り返って。そうそうトレーニング雨降ってない珍しい。雨降ってないこの日差しなんなん今日はね初めてやるスパーリングパートナーねパンチはなかなかね降ってきたけどね俺の足元にも及ばんレベルやったねいつものおばちゃんにちょっと挨拶して海外行くときは財布はこれです。すごいダサいですね。財布っていうかなんか海外行くときもこれです。5セントばっかり溜まってくる。これコータやな。これコータと5セントの見分けがつけへんの。コータのでかいんですよ。なあ。俺一瞬コータ気分で全部5セント出してて店員に白い目で見られていや5セントやし全然ちゃうからだいぶちゃいますよ。あれよう見たらちっちゃいわと思って一瞬分かるコーラはギザギザついてる。100円みたいな。ギザギザついてるコータ結構使えるよな電話でも一番使いますよ。そうやなコインランドリーでもわざわざ1ドルクォーターに崩すぐらいです。そうやなでもほんならワンダイムとかあんま使えへん使わないです。俺結構いらっしゃいますいらっしゃいます喉が折る何買うたんですか。ボクシングマガジン。毎週ボクシングマガジン。相撲じゃないうんこじゃないですか。
教えてもらったこと感じたこと賭けと星山トレーナーにノートを授かりました。そのノートがこれです。拳という字が間違えています。手を上げるという投稿競泳村井幸ナンバーワン。星山トレーナーは字を間違えました。しかし1ページ目2ページ目にこんだけ熱いメッセージを僕に送ってくれました。内容は2人だけの秘密ですが、熱い言葉でも表紙はこれです。投稿競泳。僕は今 LA にいます。この黄色のテープがちょっと怖いけどね。殺人事件ありました的なね。こう本当例えば俺の階級でアメリカ出てきても全然人気とかはあんま知れてる、軽いから、実際今度ドネアとその西岡さんかな、スーパーバンタムの頂上決戦で、結構これも注目されてるけど、やっぱりこうアメリカのファンからしたらちっちゃいねんな、体重が、体が。そうですね。だから爆発的な人気にもなれへんし、やっぱそのファイトマネーも安いし、なぜか体重に比例するから、ヘビー級やったら高いし、今更ヘビー級にはなられへんからな、俺らも。難しいですよね。いやだからでもそれでもすごいビッグマッチやで、西岡さんとドネアは、それがあんな近くでな。ここがロデオドライブ。Sometimes where it depends, like if it doesn't on the beginning. やっぱね、プリティウーマンしてる、プリティウーマン。プリティウーマンで使われた道やから、みんなこうやって撮影してるわな。ちょっと将来、近い将来ハリウッドね、進出したいし、ちょっと味わっとこうかなと思って。もう一度いいですかね。すいません。日本の方じゃなかったら僕買ってなかったです。ありがとうございます。どうも。またこっち頑張ってください。こっちにまた来れるように。そうですね。もう来週帰るんですよ。1ヶ月ぐらいおったんですけど、トレーニングで、でまた日本帰って神戸で次試合があるんで、買ってまた来れるように。お待ちしております。ありがとうございました。2011年9月6日、今日はビーチを走りたいと思います。昨日も毎日ビーチ走ってるけど、やっぱこんな海岸沿い走れるのはいいし、気持ちいいし、今日は石田先輩と2人でちょっとがっつり今から走ります。なぜなら That's my job! かっこいいでしょ。That's my job! 俺も走るよ Because that's my job! お
まあ、ここはいつものコース。じゃあ何マイルか書いてるっていうね、まあ、スタート地点トーランスビーチからまあ次レドンド、そしてハモサ。今日もしっかり走りました。いいキャンプ、晴れてるっすわ。やっぱりこうやって1ヶ月もね海外に来たの初めてやから、まあがっつりトレーニングだけにボクシングだけしに、まあ、ロスまで来てるっていうのを、まあ、来れてるっていうのはまあいい経験も積めてるし強くもなれてると思うし、まあ、そういうチャンスを与えてもらえたこのまあ医者さんにはね感謝してるし、あとはもう結果出すだけちゃうかな。そうですね。 4月2日やっぱりボクシングは結果やから、まあ、K1 とかみたいにねいい試合したからまた次も注目される試合で使ってもらえるとかじゃないし、やっぱりね勝って結果残して、特に次の試合は勝たないとね、やっぱり俺はもう負けられへんから、まあ勝って次につなげたいね、ビッグマッチに。今の気持ちを俺太平洋にぶつけるから、ちょっと行くわ。見といて。心臓麻痺とかならない。冷たいぞ。まあ石田先輩から海めっちゃ冷たいって聞いてるし、冷たいぞ。今のこの風もちょっと冷たいし、実際汗も引いて冷えてるし、心臓麻痺起こるかもしらんけど、ちょっと叩いていくから。冷たいぞこれ。
Yeah, good hand. But not over here. Yeah, here. Yeah, Gracias. Gracias. But like it better. Okay, one more time. Again. Sudaja. Japanese number one brand. XL. Can I buy you a drink? No? Nothing. Okay? Yeah. Please. Thank you very much. いつも氷をもらっています。持っていかなあかんというまた止まってしまった悪い癖が。ついついね、こう余裕を持っちゃうね。もっと危機感を持たな。相手が強ければ強いほどこう集中するけど。グラシャス。Yeah, okay. Chip. Yeah, okay. Thank you. Yeah. まだまだやれると思ってやってるんで、はい。まあ可能性がないと自分で思ったらもう引退するつもりなんで、まあ周りはどう思ってるか知らないですけど、まあ自分としては可能性はまだ感じてやってるんで、はい。まあ体力と33歳になったけど落ちたとは思ってないんで、はい。まだまだ伸びしろもいろいろあると思うんで、まあ続けてますけど。そこまでなんか自分に自信を持って続けてこられた原動力って何ですか？どうですかね、まあボクシングに関してはやっぱり一番はやっぱりボクシング好きっていう気持ちと、まあ自分の力信じてるっていう、まあこれからの可能性も今のままの力では絶対上にはいけないと思うんですけど、まだ伸びると思ってるんで、その伸びしろに可能性感じてるんで、まあここから一段階まあ LA 来て、まあ修行積んでまた何か掴んで帰って、まああと1ステップ2ステップいったらもちろんチャンピオンにも手届くと思いますし。まあそうですね、まだまだ上を目指せると思ってるんで続けてるんで、はい、やっぱり強いやつに勝てないと思ったらもうやめると思うんで、さすがに、はい、で続けてます、はい、難しいからいまだに食えずに33歳やがましい。理由はなんかない、まあ、ボクシングっていうスポーツが素晴らしいってちっちゃい時から思ってたんで、もっとこうボクシングを広めたいっていうのがあって、目標というか、まあ、もちろん自分が強くなってチャンピオンになるのは当たり前ですけど、そうですね、ボクシング自体がもっとメジャーになって、はい、当たり前のようにこうテレビでやる時代が来てほしいなっていうのがあって、まあ、それだけボクシングのスポーツの素晴らしさっていうか、まあ、もちろん危ないスポーツですけど、まあ、いいところもいっぱいあるんで、はい、そういうのもっと分かってもらいたいなっていうのはありますね。やっぱちょっとマイナーすぎてちょっと、ね、悔しいんですよね。はい、わかりました。じゃあありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まあ上辺やけどな今の取った。まあ今ちょっとローミーター出て、今からグルフィス行くけど、まあそこちょっと夜景綺麗やからみんなにも見せたいな思って、ちょっとグルフィスパーク行くから一緒についてこれるっていうやつどんぐらいおるんすか？いいキャンプ晴れてるっす
見ての通りの100万ドルの夜景。今日やっぱグルフィス来て思ったことはある。それは地球って広いな、そういうこと。まあ毎日、スパーリングしてるし、いいキャンプ晴れてるっす。まあそれは間違いない。それはいいキャンプ晴れてることは間違いない。まああちこち痛いとこもあるけど、まあやることはやってる。そしてまあ疲れた体もこうやって綺麗な夜景見て、まあ、癒されてるし、せやな。まあ LA の夜景、まあグルフィスの夜景、まあ俺の今の気持ちとドンピシャやで。今日は、グリフィスの夜景に来ました。見てこの夜景、どう？めっちゃええやろ。俺この夜景見て思ったね。もう一回チャンピオンになるよ。みんな分かってると思うけど、声でか俺はもう一回やるよ。声でかい。そんな声言いつじゃあ今回のキャンプどうですか？まあまあ、充実さ、充おっさかもや。充実した練習できてるし、ほんまにこっちでねやりきって帰りたいと思う。まあその噛み癖いうのは LA でもそれはやっぱり治らないもんですか？まあね、こっちで毎日スパーリングしてて余計に噛むようになったね。それと疲れてちょっと PD になってきたってことですか？まあまあ、それもあると思うけど、俺はもう一回やるし。じゃあ現時点でまだ正式に試合は決定していないですけども、次に向けて来たるべき勝負の時に向けての一言抱負お願いします。まあもう一ちょっと何やったっけ？もう一回俺チャンピオンになるし、それ先聞きました。みんなに向けてお願いします。2戦まだ決まってないけど、はい、まあアメリカでこの USA で思いっきり名前を打って世界のノブ石田になって帰りたいと思う。See you.それはいつか？それカメラちゃんやの。止まってたらおかしいやん。動いてるやん。俺らグルフィス天文台の前で裸になってる。それを見てみんなアホって思ってるけど、そんなん関係ない。それがドンピシャ。シャドーボクシングしてくれ。グリフィスでシャドウだいぶ頭痛いで。